今日の最初、海の要所が動いた話なんだけど、これちょい気になるじゃん。ホルムズ海峡を通れたってかなり大きな流れなのだ。日本のエネルギーに触れる話だから軽く流せないわね。まずは ENEOS が管理する原油タンカーがホルムズ海峡を通過したと14日に報じられたのだ。通れたのは意外ね。あそこは事実上かなり通りにくい状況だったでしょう。しかも今回はロイターが船の位置情報を提供する会社のデータを元に伝えたよね。位置情報で追えるなんて船もスマホみたいなのだ。そこかわいい比喩にしないで。パナマ船籍の原油タンカーだったってところが大事よ。パナマ船籍って船の国籍みたいなものじゃん。管理は ENEOS でも登録先は分かってことだよね。日本企業が管理する船が通ったなら物流の糸が少しつながった感じがするのだ。でも先月も IDMITSU 丸が通っているからこれが一度きりじゃないのが気になるわ。完全にゼロじゃなくて通すルートを見極めながら動いてる印象あるよ。海峡が実質塞がると原油の流れは止まりやすくなるのだ。止まりきらなくても通れる船が限られるだけで保険料や運航計画に響くわね。それ通路が一本だけになった学校の帰り道みたいな感じかも。人が集中するほど待ち時間が増えるじゃん。細い道が一本だと全体が詰まりやすいのだ。それで原油の値段まで揺れることがあるから海の話でも無関係じゃないのよ。みんなもガソリン代や物価に跳ね返るかってところちょっと想像つくじゃん。つまりこの海峡のニュースは遠い話に見えてかなり身近なのだ。続いては金利がかなり上がった話なのだ。14日の債券市場で10年後の国債の利回りが 2.605% まで上がったのね。国債の利回りって国にお金を貸した時の見返りみたいな数字だよね。つまりお金の貸し方が少し変わるとその数字も動くのだ。そうよ。原油先物価格が高いままだと物価上昇を意識するし、米国の利下げ観測が後退すると流れも変わるわ。先物ってこれからの値段を見ながら売り買いするやつだよね。今の空気が先に乗る感じじゃん。原油が高いと僕のずんだ餅代まで上がりそうで怖いのだ。それは大げさだけど、輸入品や電気代、ガソリン代にはつながりやすいわね。家計だと毎月の固定費がじわじわ増えるイメージかも。派手じゃないのに効くやつじゃん。29年ぶりってことは当時の世の中と今ではかなり違うのだ。今は物価も金利も世界の動きに敏感で、ちょっとした見方の変化が市場を動かすのよ。しかも債券市場って落ち着いて見えて反応が早いよね。ゲームで言うと相手の一手で盤面が変わる感じ。長期金利が上がると住宅ローンにも関係するのだ。固定金利には影響が出やすいわ。借りる側は今後の負担を少し気にしておいた方がいいでしょう。みんなも借り換えとかローンを考えてるなら金利の動きは見ておくと安心だよね。数字だけ見ると地味でも暮らしの体感にはかなり来るのだ。お次は株価がとんでもないところまで来たのだ。東京株式市場で日経平均株価が一時63,400円を超えたのね。取引時間中の最高値ってその日まだ終わってない途中の一番高いところってことだよね。終値じゃなくて途中なのがポイントなのだ。そうよ。まだ売買が続くから最終的にどこで落ち着くかは別なの。今回は AI と半導体への期待が続いててハイテク銘柄に買いが詰まってるんだって。 AI って聞くと僕のずんだ餅の売り込みも自動化できそうなのだ。何を学習させる気なのよ。まあ需要が伸びる分野にお金が向かうのはわかるわ。半導体ってスマホとか車にも入るし今の生活とかなり近いじゃん。地味に毎日くれてるやつだよね。株価が上がると世の中全体が元気そうに見えるのだ。見えるだけで終わらないように企業の利益や設備投資が続くかも見たいところね。そうそう。期待だけで上がってるのか実際の業績もついてくるのかで雰囲気変わるよね。6万の大台を超えると次はどこまで行くのか気になるのだ。でも上がったからといって浮かれすぎるのは危ないわ。急な反動もあるからね。みんなも数字の大きさだけじゃなくて中身を見た方が落ち着くじゃん。歴史的な数字でも続くかどうかが本番なのだ。ここでちょい豆知識いこう。
ホルムズ海峡って、ただの細い海じゃないんだよ。そんなに大事な場所なのだ。一番狭いところでも幅は約 33km で、毎日1700万バレルの石油が通るって言われてるんだ。33km でも十分高層なのに、そこでそんな量が動くのね。しかも日本に来るタンカーの8割、年間3400隻がこの海峡を通るらしいよ。ほとんどの道がそこに集まってる感じなのだ。車で言うと大きな合流点みたいなものかな。だから少し乱れるだけで影響が広がりやすいじゃん。なるほど、ニュース1の重みが急にわかりやすくなったわね。今日は海峡と金利と株価で景気の温度差が大きかったのだ。概要欄にリンクもあるから、気になったとこ見返してみてね。面白かったなら高評価も置いていきなさいよ。私が少し喜ぶから。次回も見に来てほしいのだ。